私が田中角栄でございます。諸君は人に舐められたり馬鹿にされたりしたことはあるか。学校で、職場で、あるいは家庭で、そんな時どう反応するのが正解だと思う？多くの人間はカッと頭に血が上って怒鳴り返すか、唇をかみしめて黙って我慢するか、どちらかだ。君はどちらだ？怒りに任せて言い返すか、それとも黙り込むか。だが待て、本当に強い人間、逆境を乗り越えた人間、そして人の心を掌握する人間は全く違う反応をする。舐められた時こそがチャンスだからだ。俺は新潟の貧しい農家に生まれた。高等小学校卒業という学歴しか持たなかった。土建や絡みを起こし、やがて日本の最高権力者、内閣総理大臣にまで上り詰めた。しかし俺の人生は常に見下されることから始まった。学の低い成り上がり者、新潟の田舎から出てきた無学な建設業者とあらゆるレッテルを貼られ屈辱を味わい続けた。エリート官僚からは学歴を理由に侮られ、東大出身の議員からは門前払いを食らい、貴族的な政治家からはどかたどかたと見下された。だがな、その度に俺は不思議と強くなっていったんだ。なぜか。それは人に舐められた時のある原則を知っていたからだ。この原則を身につけてからは面白いことにな、あれほど遠かった敵や味方になり、耳を塞ぎたかった批判が応援の声になり、消し去りたかった屈辱がやがて輝かしい勲章に変わっていったんだ。今日は俺が人生のすべてをかけて学んだ、舐められた時の最も確かな、最も実用的な5つの原則を余すところなく諸君に教えようと思う。これは単なる精神論ではない。処世術であり権力闘争の修羅場で磨き抜かれた生き立ち絵なのだ。ではまず一つ目から話そう。何があっても感情で返さないことだ。これが全ての基本である。人間が誰かを攻撃するとき何を期待しているのかね。相手を怒らせたい、泣かせたい、動揺させたい。つまりそうやって相手が乱れることで自分が勝ったような優越感を感じたいんだ。これが攻撃者の誠の目的なのだ。ところがもし相手に怒らせたい、泣かせたいと期待していった言葉に対して相手が笑顔でありがとうございますと言ってきたらどうだ。相手の期待値が完全に裏切られる。攻撃する意味がなくなってしまうんだ。これは相手が期待していた反応が返ってこないと、その人の攻撃性は急速に減少し、逆に相手を尊敬する感情さえ生まれるというものだ。つまり怒りを無力化する最強の武器は怒り返すことではなく冷静さそのものなのだ。俺が建設業で独立し事務所を構えた頃の話だ。ある日役所の建設課長が許認可の件で事務所に訪ねてきた。その課長は書類をめくりながらこう言った。田中さん、正直に言いますよ。あなたのような零細業者がこの規模の工事を受け持つのは無理です。それにもましてあなたにこんな複雑な設計図が読めるとも思えない。高等小学校卒の学歴では難しい建築法規も理解できまい。腹の底から怒りが湧いてきた。その時まだ若い俺は言い返したくて仕方がなかった。だがここで感情的に反論することが相手の期待することだとふと気づいたんだ。そこで俺はこう答えた。課長、本当にありがとうございます。私どもが未熟だということをこんなに明確に教えていただけるのは本当にありがたいことです。実はこの設計図の読み方をずっと悩んでいたのです。もしよろしければ今日教えていただけませんか。課長は何も言わなかった。だがその日課長は予定を大幅に超えて事務所に残り2時間にわたって
設計図の読み方を丁寧に教えてくれたんだ。帰り際、課長がこう言った。あなたは面白い人ですね。この件は何とか掛け合ってみますよ。つまり工事を受けてやろうということになったわけだ。これが第一原則の力である。もし若き日の俺が何を言うか、俺だって勉強すればできると怒鳴り返していたら、課長は二度と相手にしなかっただろう。だが笑顔で感謝を示したことで、その課長が味方に変わったのだ。この原則を理解してからの俺の人生を見よ。見下してくる官僚にも批判する議員にも全て同じ対応をした。感情で返さない。相手の期待とは真逆の反応をする。それだけで相手の攻撃は無力化される。同時に自分自身が怒りに任せて言い返そうとしていないか時々振り返ることも大切だ。感情に流される人間は結局相手の思うツボにはまる。だが感情を超えて行動できる人間は必ず信頼と力を得ることができるのだ。2つ目の原則は決して相手の土俵に乗らないことだ。見下してくる相手の価値観で勝負をしたらこちらが不利になるだけだ。相手が勝手に用意した戦場で戦えば相手の土俵の上での戦いだから相手が有利に決まっている。ならば戦いの場そのものを変えてしまえばいい。自分の得意な戦場に持ち込み自分の価値観で勝負するんだ。俺が初めて衆議院議員に当選した直後のことだった。議員会館の廊下を歩いていた時、向こうから東大法学部出身の先輩議員が秘書を連れて歩いてきた。すれ違いざまその男がわざと聞こえる声でこう言った。おや田中君、君は選挙には強いらしいがこれからは国会での論戦だ。高等小学校卒では法律論議についていけるかね。秘書たちも聞いている。この場では法律の知識で反論することが期待されていた。だが俺は違う土俵に持ち込むことにしたんだ。先生おっしゃる通りです。私には学がございませんです。が私には新潟の雪の中で凍える農家の顔が見えます。法律の条文は覚えられなくても国民の苦しみは骨身に染みて知っています。難しい言葉で議論するより国民の暮らしを本当に理解することの方が政治家には必要ではないでしょうか。その議員は何も言わずにその場を立ち去った。後で聞いた話だがその議員は別の議員にこぼしたそうだ。田中は侮れんと。つまり完全に立場が逆転したわけだ。俺は学歴の土俵で戦わず現場感覚という別の土俵で勝負したんだ。学歴で攻められたらそこで戦わず経験や誠意という別の場所に持っていく。そうすれば相手の攻撃は空振りに終わる。相手が用意した戦場ではなく自分の戦場で戦うんだ。これが逆転の極意である。3つ目は批判を成長の種として受け取ることだ。相手の指摘は自分の弱点を教えてくれる貴重な情報になる。昔財政問題を議論する閣議でのことだ。俺が大蔵大臣となり財政投資を説明して終えた時、大蔵官僚出身の大先輩である閣僚がこう言った。田中大臣、この見通しは楽観的すぎませんか。大臣は財政の基礎をどこまでご存知なんです。会場は静まり返った。完全に質問というより指摘や侮辱に近かった。内心では悔しさと恥ずかしさで胸が張り裂けそうだった。だがその夜俺は若手官僚を呼び財政の勉強会を開いたんだ。それも5人の大蔵出身の若手を指名して今夜から財政の仕組みを教えてくれ。俺は学がないから一から教えてくれ。遠慮はいらんと。3ヶ月間毎晩複雑な財政の仕組みを学んだ。その後同じテーマが閣議に上がった。その時今度は俺が誰よりも詳しく説明したんだ。閣議が終わった後その先輩閣僚が近づいてきた。田中さん、見事な資料でしたよ。
俺は頭を下げた。あの時のご指摘がなければここまで勉強しませんでした。ありがとうございましたとな。プライドを捨てて素直に学ぶ。頭を下げて教えをこう。悔しさをバネに人の何倍も努力する。それが見下された時の最高の反撃なのだ。批判を悪口として聞き流すのは簡単だ。だがそこに少しでも真実が含まれているなら、それは成長するための貴重なヒントになる。成功者というのはみんなこの法則に気づいている。4つ目は一歩引いて相手を逆に目立たせることだ。これで完全に立場が逆転するんだ。ある党の会議でのことだ。派閥の重鎮が皆の前でこう言った。田中君、君のような学のない人間に複雑な経済政策がわかるのか。会場に笑いが起きかけた。その時俺は立ち上がり深々と頭を下げたんだ。先生、ただいまのご指摘に感謝いたします。今の言葉をご指導として胸に刻ませてください。未熟な私を皆の前で導いてくださるとはありがたいことです。その重鎮は何も言わずに座り直した。その後、俺が配布した資料には先生のご指導のもと修正と明記されていたんだ。その日からその人は二度と大きな場で俺をなじらなくなった。なぜか。俺が引いたことで逆にその人だけが一方的に人を叩いた姿として残るからだ。人に見下された時に正面からやり返せば争いになり、互いに傷つく消耗戦になる。だが一歩引いて受け流せば攻撃は独りよがりに見えて、周囲の目は自然とこちらに傾く。引くことで相手を不利に立たせる。これが逆転の極意である。最後の5つ目、関わらないことで心を守ることだ。これもまた立派な強さなのだ。世の中には残念ながら無限の悪意を向けてくる人間がいる。ある時、同じ派閥の若手議員が俺の悪口を言いふらしているという情報が入ってきた。料亭で酒を飲みながら、田中は学がないくせに偉そうにしてる。いつか化けの皮が剥がれるとなと言っているという。最初、俺は対応しようとしたんだ。廊下で会った時、笑顔で最近どうだと声をかけた。だが、翌週も同じ悪口を言ってるという報告が入った。そこで今度は食事に誘ったんだ。何か気に入らないことがあるなら言ってくれと。だが翌月も陰で同じことを繰り返していた。その時俺は悟ったんだ。こういう人間はどうしようもできん。何をしても相手が変わることはない。それならあの男とは必要最小限の付き合いにするとだけ決めたんだ。その男の悪口は相変わらず続いたが、俺の心は穏やかだった。戦う必要のない相手とは戦わない。これも立派な強さだ。逃げることも距離を置くことも自分を守るための立派な選択肢なんだ。心が疲れ果ててる時は決して無理をするな。何よりも自分自身を守ることを最優先にしてくれ。見下されても自分を責める必要はない。今日話したように対処するか距離を置くか冷静に判断する。それが諸君の貴重な人生をより強くより豊かにするための最高の知恵だと俺は信じている。覚えておけ。人に舐められることは恥ずかしいことではない。それは人生の教科書なんだ。感情で返さず、相手の土俵に乗らず、批判を学びに変え、時には一歩引き、そして時には距離を置く。この5つの原則を身につければ、もはや諸君は誰に見下されようとも揺るがない。屈辱は勲章に、敵は味方に、そして人生そのものが光り輝く。それが俺が示した究極の処世術なのだ。